甲斐の日本語新幹線です。毎日30分で日本語のリスニング力をアップしましょう。皆さんこんにちは。甲斐日本語新幹線の時間です。今日もよろしくお願いします。リスナーのあなたもいつも聞いてくれてありがとうございます。今日も一緒に楽しく日本語を勉強していきましょう。はい。今日のテーマはとても面白いですよ。そうですね。今日はリスナーのあなたと一緒にアニメやドラマの日本語について深掘りしていきたいと思います。いいですね。リスナーの皆さんもアニメはよく見ますよね。新しい言葉を覚えるのにアニメは最高の教科書みたいに思えます。はい。楽しく勉強できますからね。でもアニメの言葉をそのまま現実の会社で使うととんでもない誤解を生むことがあるんです。そうなんです。アニメの言葉と現実のビジネスの言葉は実は全然違うんですよ。そこで今回は4つの場面を通してなぜ失敗するのか、その理由を徹底的に分析していきます。はい。一緒に見つけていきましょう。早速、最初の場面に入りましょうか。会社で同僚に仕事をお願いする場面です。今日中に終わらせてほしい仕事があります。同僚にこう言います。お前、これ今日中にやっといて。私に言っていますか？はい。今日中にお願いします。はい、わかりました。今、同僚の顔が急に変わりましたよね。はい、とてもびっくりしました。テレビの日本人は、よくお前と言っていますよね。誰でも使っている言葉なのに、どうして同僚の顔色が変わったんですか？そうですね。理由は大きく2つあります。まず、お前はとても強い言い方なんですよ。強い言い方ですか？はい。上から下へ、強く言う時の言葉です。でも、アニメでは、親しい友達もお前って呼んでいますよ。その通りです。とても親しい友達の間では使いますね。でも会社は友達の集まりではありませんから。なるほど。そして、もう一つの理由があります。やっといてという言葉です。やっといて。これもよく聞きますよ。便利ですよね。実は、これはとてもカジュアルな表現なんです。お前という強い言葉と、やっといてというカジュアルな言葉を一緒に使うと、会社では強い命令のように聞こえてしまいます。命令ですか？そうなんです。じゃあ、どう言えば安全ですか？すみません。これ今日中にお願いしてもいいですか？と言いましょう。すみません。これ今日中にお願いしてもいいですか？はい。もう少し丁寧に言うなら、こちらお願いできますか？が自然ですね。これなら絶対に命令には聞こえないですね。はい。では、同僚が安心して仕事を引き受ける正しい会話を聞いてみましょすみません。これ今日中にお願いしてもいいですか？う。はい。わかりました。今日中ですね。大丈夫です。わー、全然違いますね。とてもスムーズです。はい。アニメの言葉を使うと強すぎる人になってしまうことが分かりましたね。では、逆の場合はどうでしょうか？次は会議室で上司の話を聞く場面です。はい。来月、大阪へ出張してもらいます。マジで急ですね。本当です。わかりました。マジで。現実の生活でも本当によく聞きますよね。はい、よく聞きます。例えば友達が来月結婚するよと言った時に、マジでと驚くのは自然ですよね。とても自然です。全く同じ驚いたという感情なのに、どうしてここではダメなんですか？友達に驚きを伝えるときは、マジでは非常に自然です。でも、相手が上司ですから少し軽すぎる言葉なんです。軽すぎる。どういうことですか？会社では上司との間に丁寧な距離が必要です。マジでという言葉にはその丁寧な距離がありません。だから上司は、この人は私を友達だと思っているのかなと不安になってしまいます。なるほど。驚きの気持ちは同じでも、相手によって言葉のスイッチを切り替えなければならないんですね。はい、その通りです。じゃあ上司には何と言えば安心ですか？上司には、本当ですかと言うと安心ですね。本当ですか？はい。そして、仕事の話が分かったときは、分かりましたと答えるといいですね。はい、わかりました。では上司との正しい会話にスイッチを切り替えてみましょう。来月、大阪へ出張してもらいます。本当ですか？いつからですか？来月の10日からです。わかりました。準備します。はい、いいですね。これなら上司も安心です。同じ感情でも、話す相手によって言葉を変えましょう。友達ならマジで、上司なら本当ですか？
ですね。この違いしっかり覚えます。はい。次は、言葉の意味について深く考えてみましょう。言葉の意味ですか？はい。意味が2つある言葉はビジネスではとても危険なんですよ。仕事の打ち合わせで新しいデザインを見る場面です。はい。こちらが新しいデザインです。どうでしょうか？うわー、やばいですね。よくないですか？いいえ、とてもいいです。今すごく良い意味で、やばいと言いましたよね。はい。美味しいケーキを見て、これやばいというのと同じです。ええ。電車に遅れそうな時のやばい、つまり大変だという悪い意味とは違うのに、どうして誤解されたんですか？言葉の歴史を考えてみましょうか。やばいは昔は危険だという意味だけでした。あ、そうなんですね。はい。でも若い人たちが、とてもすごいとか、とても興奮するという意味でも使い始めました。英語でも同じです。若い人の間で悪い意味の言葉が最高だという意味になるのと同じですね。まさにその通りです。友達との会話なら、笑顔や声の感じで良い意味だと伝わりますよね。はい、わかります。でも、ビジネスの場では、相手は良い意味なのか悪い意味なのかわからなくて、不安になってしまいます。なるほど。仕事では次に何をするか決める必要がありますから、意味がはっきりしない言葉は危険なんですね。はい。だから、安全で誰にでもわかる言葉を選ぶ必要があります。はい。良い場合は、とてもいいですね、と言います。問題がある場合は、少し問題があります、と言います。では、意味をはっきりさせる表現で、両方のパターンをやってみましょう。まずは、良い意味の場合です。こちらが新しいデザインです。どうでしょうか？とてもいいですね。特にこの部分が好きです。ありがとうございます。次に、悪い意味、問題がある場合です。こちらが新しいデザインです。どうでしょうか？この部分は少し問題があります。もう一度確認してもいいですか？はい。一緒に確認しましょわあ、意味がとてもわかりやすいですね。仕事では流行りの言葉を使うよりも、良いか悪いかをはっきり伝えることが重要なんですね。う。その通りです。ビジネスの会話は、安全が大事ですね。はい、気をつけます。ええ。次は少し特殊な例です。特殊な例ですか？はい。時代やキャラクターが違ってしまうという問題です。新しい会社で自己紹介をする場面です。はじめまして。拙者はエミでござる。中国から来たでござる。あ、今日は武士の役ですか？文法も意味も間違っていませんよね。ちゃんと通じています。まあそうですね。例えば、おじいさんが、わしは知っておるぞ、というのと同じで、ただの言葉のバリエーションではないんですか？いえ、少し違いますね。それは役割語というものです。役割語？はい。役割語は聞くとキャラクターがすぐにわかる話し方のことです。拙者やでござるは昔の武士の言葉ですね。でも、どうしてアニメにはそんな話し方があるんですか？アニメを作る人は時間があまりありません。キャラクターの歴史を、長く説明できませんよね。ああ、確かに。だから役割語を使います。でござると一言話すだけで、見ている人は、あ、この人は武士だとすぐに理解できます。ああ、なるほど。とても便利な言葉のショートカットですね。そうなんです。アニメを早く進めるためのテクニックですね。でも、私は武士ではありませんから、普通の会社で使うとすごく不自然なんですね。はい。現実の日常会話では絶対に使いません。冗談で使うことしかありませんね。では、現実の世界の自己紹介を演じてみましょう。はい。はじめまして。エミと申します。中国から来ました。これからよろしくお願いします。はじめまして。こちらこそよろしくお願いします。そうですね。アニメの言葉は見て楽しむのが一番ですね。はい。ここで、開会日本語新幹線の短いチェックコーナーです。はい。アニメでよく聞く4つの言葉を、どんどんチェックしていきましょう。はい。安全な言い換えを確認します。1つ目、任せて。友達には自然ですが、仕事では丁寧な距離が必要です。お任せくださいが安全ですね。はい。2つ目、しょうがない。仕事ですぐに使うと諦めたように聞こえますから、今回は仕方がありませんが安全です。はい、いいですね。3つ目、貴ぞ、それからだぜ。これは強い男の人のキャラクターに聞こえますね。行きましょうとか最高だよが自然です。はい。最後、4つ目、ふざけるな。
わあ、これは非常に強くて怒っている言葉です。初心者は絶対に避けた方がいいですね。仕事ではやめてくださいとか、それは困りますと言いましょう。はい。とてもわかりやすいですね。仕事の時は安全な言葉を選んでくださいね。はい。無理にアニメの言葉を使わなくても大丈夫です。では、最後に安全で使いやすい言葉だけをゆっくり練習しましょう。危ない言葉は無理に真似しなくて大丈夫ですよ。はい。自然な言葉だけゆっくり練習しましょう。私が言う言葉の後に少し長めの時間を取ります。皆様も一緒にリピートしてくださいね。はい、お願いします。これ、お願いしてもいいですか？はい、こちらお願いできますか？こちらお願いできますか？本当ですか？本当ですか？とてもいいですね。とてもいいですね。少し問題があります。少し問題があります。お任せください。お任せください。やめてください。やめてください。エミと申します。エミと申します。はい。今日の全体のまとめです。はい。アニメの日本語が全て間違いというわけではありません。でも、誰に言うのか、どこで言うのか、どんな声で言うのか、この3つを考えることが大切です。はい。迷った時は普通の言い方、丁寧な言い方を選べば安心ですね。そうですね。皆さんはどうですか？アニメで覚えた日本語を実際の生活で使って、相手が変な顔をしたという面白い経験はありますか？きっとたくさんあると思います。次にアニメを見るとき、彼らが何を言っているかだけではなくて、誰に言っているかを見てください。ああ、なるほど。日本語では選ぶ言葉そのものよりも、2人の関係をどう見ているかの方が大切なのかもしれません。その通りですね。言葉は関係を映す鏡ですね。はい。本日はここまでです。海外日本語新幹線を最後まで聞いていただきありがとうございました。ありがとうございました。感谢收看，别错过更多精彩内容。现在就点击订阅，加入我们的日文新干线旅程吧。